こんにちは、レイと開発の K です。今回の動画はご質問にお答えするシリーズの動画になります。いただいてたご質問はですね、WPL の C シリーズ、今だと B シリーズも出ていて、B シリーズも共通っていう感じにはなるんですけれども、ターボレーシングのプロポを使った際の細かい設定の仕方についてですね。一応これについてはですね、WPL フルアクション化プロジェクトっていう動画を上げていて、その中に出てくるんですけど、その動画がめちゃくちゃ長いんですよ。もう C シリーズにウィンチの取り付けとか、2スピードミッションの取り付けとか、それぞれ細かくやっていて、もう全部で5つの動画になってるくらいなので、その中でプロポの設定っていうのもちょこちょこは出てくるんですけれども、もう組み立てが終わっていて、プロポの設定だけ見直したいなとか、確認しておきたいなっていう時には、わざわざその動画の中からですね、プロポの設定のところだけを探さないといけないっていうので、確かにそれは大変だなと思いまして、今回ですね、質問もいただいてましたし、プロポの設定の部分だけ、抜粋してというか、動画にさせていただきました。なので逆にこの動画だけでは足りないと、そもそも組み立て、組み付けから見たいと、そういう方はですね、概要欄にその動画のリンクを貼っておきますので、全部で5つもですね、たくさんあるんですけど、それぞれの動画ですね、チェックしていただければと思います。はい。では、今回の動画ですね、もう基本的に、車体は完成していて、あとは、こっちのプロポのですね、プロポの設定だけすればいいと、そういうような状態になっているのを前提とさせていただいて、進めていこうかなと思います。で、今回サンプルとしてですね、この車体を用意したんですけれども、仕様としては、車体は C24。これもちろん C24 でも、C14 でも34でも、C シリーズですね。あとは B シリーズ。いわゆるロッククローリングみたいな感じで、遊ぶのを想定して、いますので、その辺の車種であれば、どれでも共通にはなります。で、ついてるパーツは、メタルアップグレードパーツセット。この辺がメタルになってますっていうのと、あとは2スピードミッションがついてますと。そんなような車体になります。多分、このターボレーシングのプロポ使ってる方ですね。これになっているような方は、多分これぐらいの仕様になってるっていう方が一番多いんじゃないかなと思いますので、今回は、これでちょっと説明をさせていただきますが、もちろん、このターボレーシングのこのプロポの設定のお話になりますので、こっちはですね、これと同じ仕様になってなくても、全然関係ないので、参考にしていただける部分だけ参考にしていただければと思います。じゃあちょっと説明するために、ボディとかない方が分かりやすいんで、ちょっとこれ外しちゃいますね。はい、じゃあボディ外しましたと。バッテリーか。バッテリーはつけなきゃいけなくて、バッテリーつけて、バッテリーは、ちょっとマスキングテープで留めます。どこがいいですかね。ここら辺に留めとけば。いや、これちょっと、止めちゃうと説明しにくい場合がありそうなんで、ちょっとこれ、本当はダメですよ。これしっかり止めないと走らせたりしちゃダメですけど、ちょっと今回説明のために、これちょっとこのプランの状態でちょっと行ってみます。ちょっと邪魔になったら、マスキングテープでまた止めるかもしれないんですけど、一応ちょっとすいません。このまま行きますね。多分ミッションの説明とかが貼り付けちゃうとやりづらいんで。はい。で、スイッチ入れます。で、ペアリングはもう大丈夫だと思うんですけど、一応、これスイッチ入れました。で、こっちの車体のスイッチ入れました。で、受信機のちっちゃいボタンありますよね。あれをポチッと押しますと。これでペアリング完了ですね。で、一応、これ動かして、こう動くかどうか。で、スロットルも一緒ですね。動くかどうか。で、まず、ここですね。これ調整じゃないんですけど、ここに一応名前入れれるんで、入れたい人は入れましょうと。この一番左上のこのボタンを押していくと、この状態の画面になるんで、ここで、例えば、今回だったら C24 なんで、C24。これで名前が入れられましたと。ちょっとこれどこから詳しく説明したらいいか正直難しいところがあるんですけど、
基本的な操作って大丈夫ですかね。今ちょっとさらっとやっちゃったんですけど、この一番左上のボタン、これを押すと大項目がどんどん入れ替わっていくんですよ。こうやって、いろんな画面が移り変わっていくんですけど、最終的には、この画面、これに戻るんですね。ちょっともう一回やってみますね。こう押していくと、これリバース、エンドポイントアジャスト、ABS の設定、エクスポネンシャルの設定、トリムの設定、で、これは、まあちょっとドリフト関係なんで、今回全然やらないですけど、一応 SVC で、デュアルレート。で、名前の変更。で、元に戻ると。これの繰り返しが、この一番左上のボタン。なので、とにかく何かの設定をしたいなと思ったときは、左上のボタンをもう連射すると。で、自分が設定したい画面になったら、そこから、このプラスボタンやマイナスボタンが、この右側の2つですね。これがついてるんで、これを使って変更するか、大項目だけで、例えばここだったら大項目だけでステアリングになっちゃってるんで、この小項目、この真ん中のボタンですね。これを押すと小項目が変わってくんで、例えばこの画面の場合は、スロットル、これか。ステアリング、スロットル、3チャンネル、4チャンネル。これは大項目がどこになってるかによって、小項目が何種類あるかっていうのは変わってくるんですけど、例えばエンドポイント。これは、これも4つありますね。ステアリング、スロットル、3チャンネル、4チャンネル。で、ABS なんかはないですね、小項目が。これはもうスロットル、ブレーキの話なんで、ステアリングに ABS はありませんので、こう小項目を変えても変わらないと。なので、このプラスマイナスだけで変更するんですけど、まあ、そんな感じで、ちょっと、まず全体の基本的な操作の仕方、一応おさらいしておくと、大項目で大項目を変える。で、その項目によって、この小項目のボタン、これを押すと、そこが変わる。で、変えたいところになったところで、これをいじるという感じですね。はい。じゃあ、今回の本題である、C シリーズ、まあ、あと B シリーズもほぼ共通。C シリーズ向けのこのターボレーシングを使っている場合の細かい設定の仕方っていうところでやっていきたいと思います。で、ちょっとまた話戻るんですけど、さっき名前変えましたね。名前変えました。で、今度、リバース。これはですね、もう、これもそんなにもうやらなくても分かってる方がほとんどだと思うんですけど、例えば、これ組み立てました。で、ペアリングしました。で、初めて動かした時に、右に切ったのに、これ左に切れちゃったっていう時に、リバース設定で変えれるんですよ。これ今、右に回して右に切れてるんで正常ですけど、万が一これが違ったっていう場合に、リバースステアリング、これをオンにしてあげると、右に切って今左に切れるようになりましたね。こんな感じで、まずステアリングが正常な向きに切れるかどうかっていうのを確認して、それができてない場合には、リバースの設定を変えて反転させると。で、スロットルも一緒です。スロットルもリバースで、これ今ステアリングになっちゃってるんで、小項目を押すとスロットルになると。で、ここでオンオフを切り替えれますので、それで設定をしてください。これがまずリバースですね。まあ、基本的に最初にやるのがこれになると思うんですけどね。やっぱり目立つじゃないですか。初めてペアリングして、ステアリングだったり、スロットルだったり、逆だったら、うわ、逆だってなるんで、まずそこからは、直しますよね。で、次が、この画面から行くと、リバースで、ちょっと先の方になるんですけど、デュアルレート、多分こっちからやった方がいいんですよね。エンドポイントアジャストっていうのもあって、これちょっとややこしいんですけど、エンドポイントアジャストのこのステアリングっていうのが、切れ角、最大切れ角の調整なんですよね。これの。
で、今、こっちが切れすぎてますけど、こんな風になっちゃうんで。まあこれ、この4リンク刺すっていうので、サーボが上に、シャーシ側にマウントされてるっていう機構を使ってる以上、これ、正直、WPL だけじゃなくて、この機構を採用してるラジコンだともう、これ、ほぼほぼ宿命みたいなもんなんですけど、これ気になる人結構多いみたいで、時々お問い合わせいただくんですけど、この、なんか、踊り出すじゃないですか、こうやって。こっちはいいんですけどね、こっちが、こう引っ張っちゃって、ステアリングロッドが、ここを引っ張っちゃって、こう途中から下がるんですよ、こうやって。でこれはちょっと EPA で対応するか、そもそもここのリンケージの取り回しを変えるかっていうので対応するしかないんですけど、ちょっとそのリンケージの取り回しっていうのは、今回やると、また全然違う話になっちゃうんで、ちょっとそれはまた別の機会に説明しますっていうのと、実はもうすぐここのリンケージのこうなっちゃう問題ですね。こうなっちゃう問題。これを解消するためのカスタムパーツももうすぐ出るので、ちょっとその時にまとめて詳しくそこは説明しようと思いますので、今回は、あくまでエンドポイントアジャストと、デュアルレートっていうところで、この調整ですね、をちょっとしてみたいと思います。で、エンドポイントアジャストっていうのは、この右と左の切れ角を別々で操作する、操作じゃない、設定ですね。設定するっていうのがエンドポイントアジャスト。で、似てるんですけど、デュアルレートの設定っていうのが、左右一度に切れ角を調整するっていうイメージです。なので、もうとにかくこの車体の切れ角を、例えば 80% にしちゃいますとか、60% にしちゃいますっていうのを左右まとめてやるっていうのがデュアルレートなんですね。で、これ競技車両だと頻繁に操作するんですけど、WPL の場合は、あとクローラーですね。クローラージャンルのラジコンなんかは、めったに一度設定したらめったに触り直すってことはないかなと思います。競技車両の場合は、サーキットとか、あと路面の状況とかでですね、ちょっと今日切れすぎるなっていう時に、サクッとデュアルレートを落として、ちょっとあんまり曲がらないようにするみたいなことをしたりするんですけど、もちろんそれも人によるんですよね。それを使う人もいれば使わない人もいるんですけど、ただ、こういったクローラージャンルの場合は、デュアルレートっていうのは、基本的には、物理的に、これが切れ角の最大でしょうっていうところで、こうバチッと切っちゃうっていうか、そこまでしか曲がらないようにするっていうのに使うのがいいんじゃないかなと思います。ちょっと話だけだとややこしいんで、ちょっと実際にやってみますね。あ、そっか、その前にこれちょっと明らかにちょっと曲がってるんで、これちょっと左に曲がってますね、ちょっと。こっち側に。なので、これをちょっとまっすぐにするために、これもわざわざこの深掘りしてやるとこじゃないと思うんですけど、ステアリングのトリムですね。ここのボタンで調節できるんで、こうやってやると今曲がってきますよね。これで真ん中出すんですよ。まず。で、今ちょっと、この机の上でやってるんで、目視でやっちゃいますけど、実際は走らせてみて、前進するときにちゃんとまっすぐ走るっていうところに微調整をしてください。で、どうしても、前進をまっすぐに合わせたら、バックした時にまっすぐにならないっていうのが、ある意味普通なんで、相当しっかり組んであっても、それ普通です。これも WPL に限らず、競技車両でもそうですね。競技車両でそもそもバックしないやつ多いんですけど、競技車両みたいなかなり精度の高いラジコンでも、トリム調整でまっすぐ走りますっていう風にして、そのままバックして、それも同じくまっすぐ走るかっていうと、なかなかそうはならないんですね。なので、基本的には当然、前進側が優先するべきなんで、前進した時にまっすぐになるようにトリム調整をしてください。で、今は机の上なんで、目視でまっすぐにしました。これ大体まっすぐですね。で、この状態で、ステアリングをここ切りますね。こんな風に。で、ここぶつかってますよね。もう物理的に。でこのままスロットル操作すると、ちょっと擦れてるんですよ、ここが。ここが。で、これを、もう、これが構造的な限界になってますので、これを解消するためには、例えばここにワイドトレッドスペーサーを入れて、
タイヤをもっと外に出してここ干渉しないようにするとかっていう方法はあるんですけど、今このパーツ構成の場合はもう物理的な限界明らかにぶつかってるんで、これではまずいので、ここをですねまず直すために、一旦今回はデュアルレートからやっていきます。こっちもぶつかってますね。あとこれちょっとどうしても話あっちこっち行っちゃって申し訳ないんですけど、そもそもなんですけど、一番最初にチェックすべきはここですよ。ここのサーボホーン、この白い樹脂ついてますよね。白い樹脂が今これまっすぐなのに、タイヤが今まっすぐなのに、これ斜めになってますよね。でよくこれ他の動画でもよく説明してると思うんですけど、これを垂直にした状態がまっすぐじゃないといけないのかなって思ってる人が結構多いんですけど、実はそうじゃなくて、このリンケージですね。ここからこの車体で言うとここからこのロッドを返してここに繋がってますよね。でここのロッドのピロボールの部分とここのピロボールの部分を直線で結んだ線に対して、ここが垂直。これちょっとずれてんな。本当はこれぐらいあってもいいです。これぐらい。ちょっとここ分かりづらいと思うので図で入れときます。写真と図で入れときますね。こんな感じ。ここが垂直になってないといけないですよ。っていう風にすると、サーボホーンはちょっと斜めになるはずなんですよ。このシャーシの場合ですけどね。はい。ちょっとそこは、もし、よくわかんないという場合は、申し訳ないですけど、事前に上げてる、すごい長い動画の方、見てください。そっちでちょっと詳しく説明してるんで。とにかく、ここを結んだ直線に対して垂直になってないとダメですよ。ここだけはしっかりできてるっていう状態が前提で、ちょっとまた話に戻ります。これで、さっき、構造的にここぶつかっちゃってますよねと。構造的な限界がありますよねと。でこれを、この、1、2、3、4、5、6、7、7番目か。このデュアルレートのステアリングの方。これ、小項目で2つ、スロットルとステアリングが出てくるんですけど、ステアリングの方ですね。これを落とすんですよ。こうやって。こうやってやって、ここを今、思いっきり切った状態で落としていくと、わかりますか？ステアリングが今、だんだん、もう 20% とかにしちゃうとほぼ切れてないですけど、思いっきり切ってもこれしか切れないっていう。これを、まあ、程よいところで。今回の場合は、100だとぶつかってたんで、ちょっと落としてって、そうですね、90でギリギリどっちも当たんないぐらいになってるんで、こんな感じで。これで、ちょっと行ってみたいと思います。で、ここがですね、今 90% にして、だいたい両方ともこのスレスレ具合が一緒じゃないですか。ある程度ちゃんと組めてると、こんな感じになるんですけど、これがですね、さっきの、ここの垂直が出てない、直角が出てないと、これをやった時に、なんか右だけ当たって左は当たんないとかって、ちょっと左右のバランス崩れちゃったりするんですけど、まあそこもですね、ある程度は、もちろんできるだけ、この物理的な、構造的な部分で、ここをちゃんと垂直にするとか、その他もちゃんと組み立てるっていうので、ちゃんとしておくっていうのがベストなんですけど、それだけでもどうしようもない微細な違いっていうのは左右で出てしまうんですけど、それをですね、今度はデュアルレートじゃなくて、エンドポイントアジャスト、左右別々で、パーセントで設定できるんで、それで微調整すると。はい、これで、じゃあ一旦こんな感じで、それでもまだこっち沈んじゃうんですけどね、ちょっと。これはですね、もう、こういうものなんで、なんていうのかな。諦めてください。これは、もうこのリンケージの構造上こういうものって感じなんで。
で、さっきもちょっと話してまた繰り返しになっちゃうんですけど、これをどうしても解消したいっていう場合は、もうこのリンケージの取り回しを変えるしかなくて、それはまたパーツもうすぐ出ますので、またそれを改めて、サーボマウント、サーボをこのアクセルの上にマウントしちゃうっていう方法があって、そうするとこれなくなるんで、またそれは別の機会に紹介します。はい。じゃあ、デュアルレートですね。で、だいたい左右の構造的な限界のマックス値にギリギリのところですね。に設定しましたと。で、今度は、これをですね、できれば走らせてください。走らせた状態で、広い平らなところをですね、こう走らせて、右に旋回したときと、これを右にいっぱいに切って旋回したときに描く円があると思うんですよね。丸く、当然、ステアリングをいっぱいに切って、で、ゆっくり直進じゃないか。前進か。ステアリングを右なら右にいっぱいに切って、ゆっくりと前進させると、マシンは回りますよね。くるくる。で、その円の半径と、今度、左にいっぱいに切って、またゆっくり回ってください。その半径がだいたい同じになるように調整をします。これは WPL に限らず、競技マシンとかでも同じことをしますね。で、それどうやってやるかっていうと、ここを、またこのホーム画面から、1、2番目か。で、小項目はもうステアリングになってますけど、一応スロットルもあるんですけど、全部あるんですけど、ステアリングですね。ステアリングの、例えば、これちょっとなんかいじってある。これを、右に切ってる状態で、これを減らしていくと、さっきのデュアルレートは両方だったんですけど、両方一度に減らしてたんですけど、これは右側だけ減らしてるんですよ、今。だから、左側は 100%。100% ですね。で、右だけ 90%。80% みたいに落としていけるんですよ。これで、さっき言った右と左の旋回する時の半径を同じになるようにします。で、基本的にはちっちゃい方を減らしてください。例えば、右回りがちっちゃくて、左回りが大きいっていう場合に、右が切れすぎてるってことじゃないですか。その場合は、右回りが小さすぎるってことは、右が大きく切れすぎてるんで、この EPA のステアリングの右をこう落としていくんですよ。で、落としてみて、ある程度落としてみて、もう一回同じ作業します。それで、右と左の旋回が同じになるようにすると。なので、旋回半径が小さい方を落としていけば、その半径が大きくなっていくはずなんで、それで両方同じになるようにするっていうのが、まあ基本的なやり方なんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、さっきせっかく構造的な限界をデュアルレートで調整したのに、回る半径が大きい方をもっと切れるようにしたら、今度せっかく調整した構造の限界また超えちゃう可能性があるんで、基本的には旋回半径が小さい方をより切れない。これでパーセントを下げて、より切れないようにして調整するという風にしてください。はい、ここまでで、だいたいステアリングは微調整というか、細かい設定は OK かなと思います。で、今度、スロットルですね。スロットルの調整なんですけど、これは、一応デュアルレートついてるんですけど、まあ、これはさすがにいじる必要はないと思います。スロットルに関してわざわざデュアルレートで前進後進を一気に落とすっていうことは WPL の場合、少なくとも WPL の場合はやる必要はないと思いますので、例えば小さなお子さんに触らせてあげたいと。で、無理やりスピードをめっちゃ落として安全に遊ばせてあげようみたいな、そういうような状況だったらあり得るかもしれないですけど、その場合は、まあ、デュアルレートで、
スロットルにして、これ落としちゃえば、もう低速走行しかできない車が一瞬で出来上がるので、これでもう半分しかスピードないんで。まあ、あとは、クローリングでゆっくり走らせたい。でもどうしても、なんか急激な操作しちゃうみたいな時に、慣れるまで、あえて、デュアルレートでスロットル絞っちゃって、それで遊ぶっていうのも、ありかもしれないですけど、ウッド社長とか、もうそうやってその縛りしちゃってもいいかもしれないですね。なんですけど、基本的には、この、デュアルレートのスロットルはいじらないのが普通かなと。僕、一生いじったことないんで、多分、いじることってほとんどないと思うんですよ。なので、かなり特殊な状況じゃない限りは、こっちはいじらない。ちょっと、いじっちゃったんで戻しますけど。で、じゃあ、エンドポイントアジャストはっていうと、僕は結構いじります。特にこの WPL の場合はいじるんですけど、この EPA、エンドポイントアジャストの、で、小項目をして、スロットルにして、バックですね。バックを、バックしてるときに、バックしながらいじらないといけないんですけど、ホーム画面に戻っちゃいました。これで、スロットル、で、バック。これを、70% ぐらいですかね。このバックの方ですね。を、いつも僕、60とか70に落としてます。なんでかっていうと、当然全身はフルスロットル入れた時に、ビューンってスピード出したい時は出た方が便利じゃないですか。でもバックって、例えば、キャップアタックみたいな、ちょっと競技っぽい遊びをしていて、バックに入れたいっていう時に、バックって結構ピーキーになりがちっていうか、ビューンってバックしちゃうと、まずちょっとダサいじゃないですか。スケールクローラーみたいな、特にそういうジャンルだと、なんか見た目をビシッとリアルにして、で、岩場みたいなところをゆっくり進んでいくような動きをしている中で、バックするときに、ピューンって急にバックすると、ちょっとおもちゃっぽいじゃないですか。なんで僕は、これももう完全に好みの話みたいになっちゃうんですけど、急激なバック、僕はあんまり好きじゃないので、バックのエンドポイントアジャストを絞って 60% とか 70% にしてあげると、嫌でもバックはゆっくりしか走れなくなるんで、これでも速いぐらいですね、個人的には。やっぱり、60ぐらいがいいかな。そうですね。あんまりこれ下げすぎるとパワーがなくなっちゃうんで、ちょっときつい状況でバックしようと思った時に、あれバックしてんのに進まないみたいになっちゃうんで、要は弱くなっちゃうって感じですね。なので、あんまり下げすぎも良くないんですけど、こんな感じで、バックをちょっと絞ってますと。主な目的はリアルだから。それだけの理由なんですけど。で、で、次ですね。次が、リバースやった。で、EPA とデュアルレートはもうこれで OK と。ごめんなさい。EPA まだありますね。このシフトチェンジ、2スピードミッション積んでる場合の話ですけど、これも詳しい組み込みとか設定は他の動画ですでに上げてあるので、よりこのミッションの部分ですね、より詳しく見たいよっていう場合は、概要欄の方からちょっとリンクをたどって、そっちの動画を見ていただきたいんですけど、ここ見といてほしいんですけど、これ今、シフトチェンジするためのサーボは、
こっちはまあいいんですけど、こっちが無駄に思いっきりこっちまで下がってるじゃないですか。これを僕はいつもなるべく EPA で絞ってます。で、やり方としては、今ちょっと角度覚えておいてほしいんですけど、これ、右側に行った時に45度ぐらいまで行ってますよね。見えてますかね、これ。これ、右側に行った時に45度ぐらいまで行ってるんですけど、これを、さっきのこの EPA で、小項目で、3C、3チャンネルですね。3チャンネルにして、で、この状態でも操作できるんで、この画面でも。こっちですね。この右に45度になってる状態。ここで、マイナスボタンを押して、こう押していくと、だんだんさっき45度ぐらいまで行ってたのが、だんだん降りてきましたね。で、もう0でもいいぐらいだと思います。そうすると、このシフトのサーボの動きが、こんな感じに、無駄な動きがなくなるんで、僕はこの方が好きなんで、こんな感じにしてます。まあ、ここはキビキビ操作できた方がいいじゃないですか。さっき無駄にウィーン、ウィーン、ウィーンってなってたのが、ウィン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 っていう感じになりましたね、これで。一応こんな風にしてます。こんな感じですね。EPA はこれぐらいかな？これで、そうですね。ステアリング、スロットル。スロットルは、バックだけ設定して、で、3チャンネルは、こっちだけ0にしました。4チャンネルは、まあ、今回の場合つけてないし、つけたとしても WPL の場合はウィンチぐらいしかつけないと思うので、これで EPA の設定は OK かなと。で、ABS、これは全然関係ないです。これも競技車両でも使う人限られると思うんで、WPL は全然関係ないです。で、エクスポネンシャル。これも WPL は関係ないです。スロットルとかステアリングの反応速度みたいな。ざっくりイメージで言うとそんな感じなんですけど、競技車両でもうサーキットビュンビュン走るっていう感じの状況でもない限り、この差は全然わかんないんで、WPL の場合は僕は全然触ってないです。以上ですね。以上。うん、そうですね。WPL に関して、もちろんなんかすっごいこだわってっていうので、もっといじってるよっていう人もいるかもしれないんですけど、なんかそういう方いたら、ぜひコメント欄で教えていただきたいんですけど、僕は個人的にはですね、今、参考までにですね、ご説明させていただいたいじり方をしてるぐらいですね。うん、そうですね。そんな感じです。はい。というわけで、ご質問ですね。このターボレーシングのプロポの細かい設定を、まあ、この WPL で遊ぶ場合に、どんな風にしたらいいですかっていうのを、ご質問いただいてましたので、ご参考までにですね、ご紹介させていただきました。で、もしですね、今回のこの動画でもうちょっとここが知りたかったよとか、ここがよくわかんなかったよっていうところがあったら、またご質問いただければと思います。では、今回の動画ですね、以上になります。ご参考にしていただければと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。